はい、こんにちは。中性脂肪のことをお話ししましょう。まず中性脂肪って何なんだろうということです。中性脂肪は食事から摂取したエネルギーの余り、それとかあと肝臓で合成される体内で最も多い脂肪成分です。どちらかといえば LDL コレステロールと同じように肝臓で合成されるものが多いと思ってください。中性脂肪と心臓病の関係です。LDL コレステロールのお話の中でもしましたけれども、超悪玉 LDL コレステロールというのは特に悪いというお話をしました。で、中性脂肪は LDL コレステロールを超悪玉に変えるものだということもお話したんですけども、それを思い出してください。これが LDL の、超悪玉の量と、それから血液中の中性脂肪の値の関係です。中性脂肪の値が多ければ多いほど超悪玉コレステロールの割合、量も増えるということがよくわかっています。では、中性脂肪を上げる食品は何でしょう？やはり肝臓でどれだけ作られるかの方が問題で、その代表的なものが一つが果物、果糖、それから炭糖類、お砂糖など甘いもの、それからあとは食べ過ぎですね。果物、スイーツ食べ過ぎっていうのは心臓病の元だと考えてください。シャインマスカットとかすごく糖度が高いブドウ、最近柿もそうですし、18度、19度、それ以上のものがありますよね。で、これを一房食べるとどうなるかと、血液中の中性脂肪が 400mg/dl 以上になっちゃうこともあります。ですから、果物美味しいですけれども、特に秋の果物なんか、いっぱい食べる人は中性脂肪をすごく上げて外来に来る方がいらっしゃいます。あとはお砂糖などの炭糖類。これケーキでもお饅頭でもやっぱりたくさん食べると上がります。で、夏に多いのは、アイスキャンディーのようなものですね。お風呂上がりに食べて、なんとか水みたいに溶けてしまいますからいっぱい食べちゃうんですけれども、ものすごく中性脂肪が上がることがあります。果糖と炭糖類合わさった、オレンジジュースとか、ああいうものはですね、ごくごく飲んでいると600ぐらいになる人もいますね。注意してください。それから食べ過ぎです。糖質主体の食事で、コレステロールとか全然入ってないのに、中性脂肪上がることあります。最終的には糖質から中性脂肪が合成されますから、やはり食べ過ぎも良くないですね。また言います。果物、スイーツ食べ過ぎは心臓病の元です。ウエストが細い人と太い人、これ同じもの食べてもちょっと違うんです。ウエストが細いというか、適正な人ですね。適正な人は肝臓の働きも正常なんです。脂肪肝になっていないという意味で正常なんです。ですから食事でコレステロールを取りすぎても、肝臓がそこをうまい具合に調節してくれて、血液中のコレステロールとか中性脂肪っていうのは増えないんです。ですから、ウエストが適正な人ってはたまに食べ過ぎても大丈夫。ところが、若い頃よりもちょっとウエストが太くなっちゃった人の場合、大体これなんですけれどもね。で、脂肪肝が始まっていると思ってください。脂肪肝の定義っていうのはあるんです。どのぐらい以上肝臓に脂肪が溜まってるかと。だけれども、正常からちょっと増えすぎただけで、すでにある程度代謝の異常は始まりますから、ウエストが太くなったら脂肪肝にもなってるかなと思ってください。そのような状態の時にコレステロールとか取りすぎますと、正常な人よりも LDL とか中性脂肪が合成されやすいんです。その結果、血液中の濃度が増加しやすい。ですから、お腹が少し出てきている人は、コレステロールを取りすぎない方がいいということですね。で、中性脂肪、糖質、その辺も取りすぎない方がいいということです。心臓病の大元は LDL の量。で、それから盛り立て役がウエストが増えてきた人、中性脂肪が高い人、その後はタバコとか高血圧とか、食後の血糖が高い人、運動不足、それから LP、スモール a というのは最近注目されているんですけれども、それが75ミリナノモルパーリッター以上。細かいこと今お話ししませんでしたけれども、こういう人たちは、この盛り立て役の超悪玉 LDL が増えるので心臓病になるというふうに言われています。中性脂肪はこの超悪玉を盛り立てる中心的なものですので、皆さん気をつけて、美味しく甘いものと果物を食べるようにしましょう。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。